古事記の物語はまだ何も形を持たない世界から始まります。天と地がようやく分かれ始めた頃、高間ヶ原に最初の神々が現れました。雨のみなか主の神、高見結日の神、神結日の神。けれどこの神々は何かを語ることもなく、すぐに姿を隠してしまいます。まだ大地も海も山もありません。あるのは薄い霧と暗い空、その奥にかすかに差し込む光だけでした。やがて神々の世代は進み、最後に二柱の神が現れます。イザナギの御事、そしてイザナミの御事。この二柱によって形のなかった世界に国が生まれていくのです。二柱の神は雨の浮き輪に立ちました。足元にはまだ定まらない海が広がっています。二柱は雨のぬぼこと呼ばれる長い矛を手に取り、その海をゆっくりとかき回しました。矛を引き上げると先から雫が落ちていきます。その雫が固まり、最初の島となりました。小野頃島。ここから国生みの物語が始まります。イザナギの御事とイザナミの御事はその島へ降り立ちました。そこに雨の御柱と呼ばれる柱を立て、互いにその柱の周りを巡ります。そして二柱は夫婦となり、次々に島々を生みました。淡路、四国、隠岐、九州、壱岐、対馬、佐渡、そして本州。今私たちが暮らす国土の始まりが古事記ではこのように語られます。海の上に一つまた一つと島が現れていく。何もなかった世界が少しずつ名前を持ち始めていきます。国が生まれると、今度は多くの神々が生まれていきました。山の神、海の神、風の神、木の神、石の神。世界は少しずつ豊かになっていきます。しかしその流れは突然悲しみに変わります。イザナミの御事が火の神、家具土を生んだ時、その火によって深く傷つき、病に伏し、やがて命を落としてしまったのです。国を生み、神を生み続けた女神は黄泉の国へ去ってしまいました。イザナギの御事はどうしてもイザナミの御事を忘れることができませんでした。そして死者の世界、黄泉の国へ向かいます。そこは光の届かない場所、現世と死の世界の境にある暗い道でした。黄泉の国でイザナギの御事をイザナミの御事に会いました。イザナミの御事は言います。私はもう黄泉の国の食べ物を食べてしまいました。それでもあなたが来てくれたのなら、帰れるかどうか黄泉の神々に相談してみましょう。その間決して私を見ないでください。けれどイザナギの御事は待ちきれませんでした。紙に刺した櫛の刃に火を灯し、その姿を見てしまいます。そこにいたのはもう現世のイザナミの御事ではありませんでした。見てはいけないものを見たイザナギの御事は恐れて逃げ出します。黄泉の闇が背後から追いかけてきます。やがてイザナギの御事はよもつ平坂までたどり着きました。そこで大きな岩を置き、黄泉の国と現世を隔てます。ちびき岩。この岩の向こうとこちらで二柱の神はもう同じ世界にはいられなくなりました。生と死の境がここに生まれたのです。黄泉の国から戻ったイザナギの御事は汚れを払うため水辺でみそぎをしました。身につけていたものを外し、冷たい水で身を清めます。その時重要な神々が生まれました。左の目を洗うとアマテラス大神、右の目を洗うとつくよみの御事、鼻を洗うとスサノオの御事。御柱の尊い神がこのみそぎから現れたのです。一つは太陽のように明るく、一つは月のように静かに、そしてもう一つは嵐のような気配を持っていました。ここから物語は高間ヶ原へ移っていきます。アマテラス大神は高間ヶ原を治める神となりました。つくよみの御事は夜の世界を、スサノオの御事は海原を任されます。けれどスサノオの御事は与えられた国を治めようとはしませんでした。母のいる国へ行きたい、そう言って泣き続けたのです。その泣き声で山は枯れ、海は荒れ、世界は乱れていきました。怒ったイザナギの御事はスサノオの御事を追放します。スサノオの御事は高間ヶ原にいる姉アマテラス大神へ別れを告げに向かいました。しかしその足音は大きく、高間ヶ原は揺れ動きます。アマテラス大神は弟が攻めてきたのではないかと疑い、武装して迎えました。そこで二柱は右慶と呼ばれる神聖な儀式を行います。剣と勾玉を使い、
互いの心を確かめる儀式です。しかしその後、スサノオノミコトは勝ち誇り乱暴を働きました。他のあぜを壊し、神聖な場所を汚し、ついには機織りの場にまで乱れをもたらします。その暴挙によって機織りをしていた女神は命を落としました。これはただのいたずらではありませんでした。高間ヶ原の秩序を壊す決定的な事件だったのです。心を痛めたアマテラス大神は天の岩戸の中へ隠れてしまいました。太陽の神が姿を消すと世界は闇に包まれます。光は消え、神々の世界にも不穏な気配が広がっていきました。世界から光が消えた時、八百万の神々は岩戸の前に集まりました。重い金の神が知恵を出し、神々は準備を始めます。鏡を置き、勾玉を飾り、長鳴き鳥を鳴かせます。そして雨のうずめの御事が岩戸の前で舞いました。神々は笑い、その声が高間ヶ原に響きます。中にいるアマテラス大神は不思議に思いました。自分が隠れているのになぜ外はこんなに賑やかなのか。少しだけ岩戸を開けます。その瞬間、雨の田力がアマテラス大神の御手を取り、岩戸の外へ引き出しました。後ろにはしめ縄が張られ、もう岩戸の中へ戻ることはできなくなります。光が世界へ戻りました。暗かった高間ヶ原がゆっくりと照らされていきます。世界はもう一度明るさを取り戻したのです。しかしスサノオノミコトはその罪によって高間ヶ原を追われました。舞台は天から地上へ、出雲へ移ります。スサノオノミコトがたどり着いたのは日の川のほとりでした。そこに泣き崩れる老夫婦と一人の娘がいました。娘の名は櫛灘姫。老夫婦は言います。この地には8つの頭と8つの尾を持つ恐ろしいオロチがやってくる。毎年娘を一人ずつ食べてしまう。そして残された娘はもうこの櫛灘姫だけなのだと。スサノオノミコトはオロチを退治することを決めます。用意したのは強い酒、ヤシオオリの酒、8つの大きな逆桶が谷合に並べられました。やがてヤマタノオロチが現れます。その体は谷をまたぎ山を覆うほど大きく見えます。8つの頭はそれぞれ逆桶へ近づき深く酒を飲みました。そしてオロチが酔いつぶれた時、スサノオノミコトは剣を抜きます。一振りまた一振り、荒ぶる神はついにオロチを打ち果たしました。オロチの中ほどの尾を切った時、剣の刃が硬いものに当たります。そこから現れたのは不思議な剣、後に草薙の剣へとつながっていく宝でした。出雲の川辺に静けさが戻ります。高間ヶ原では乱暴者だったスサノオノミコトはここで誰かを守る神として立っていました。物語は次の世代へ進みます。スサノオノミコトの流れを受け、出雲の物語には大名鞭の神が現れます。後に大国主の神と呼ばれる神です。大名鞭の神は初めから強い神として描かれるわけではありません。むしろ兄神たちの荷物を背負い最後尾を歩く存在でした。兄神たちは美しい八神姫に求婚するため稲葉へ向かっていました。その途中、海辺で鳴いているウサギに出会います。ウサギは海の獣たちを騙して海を渡ろうとしましたが、最後に皮を剥がれてしまったのです。兄神たちはウサギに嘘の助言をしました。海水を浴びて風に当たればよい。ウサギはますます苦しみます。そこへ荷物を背負った大名鞭の神がやってきました。大名鞭の神はウサギに言います。真水で体を洗い、ガマと呼ばれる草の花粉を敷いた上で身を横たえなさい。その通りにするとウサギの傷は癒えていきました。ウサギは告げます。荷物を背負ったあなたこそ八神姫に選ばれるでしょう。その言葉通り、大名鞭の神は八神姫に選ばれます。しかしそれを知った兄神たちは怒りました。大名鞭の神は2度命を奪われます。1度目は赤いイノシシに見せかけた焼けた石によって、2度目は大きな木の裂け目に挟まれて
それでも母神の嘆きと神々の助けによって大名鞭の神はよみがえりました。そして母神と大やびこの神の助けを受け、根の片す国へ向かいます。そこはスサノオノミコトのいる世界、暗く深く試練に満ちた場所でした。根の国で大名鞭の神はセリビメと出会います。そしてスサノオノミコトから数々の試練を受けました。蛇のいる部屋、ムカデと蜂のいる部屋、火に囲まれたの。けれどセリビメの助けもあり、大名鞭の神は試練を越えていきます。最後に彼はスサノオノミコトの宝を持ち、セリビメと共に根の国を出ました。追いかけるスサノオノミコトは遠くから声をかけます。お前は大国主の神となり国を作れ。こうして大名鞭の神は大国主の神へと近づいていくのです。大国主の神は地上の国を整えていきます。芦原の中津国、そこには人々の暮らし、山、川、海、田、村が広まっていきました。しかし天の神々はその国を地上の神々だけに任せておくわけにはいかないと考えました。高間ヶ原から使者が送られます。けれど使者たちは地上にとどまり戻ってきません。やがて武見和地の神が出雲の浜へ降り立ちました。稲佐のお浜、波打ち際に剣が逆さに立てられます。武見和地はその剣の切っ先に座り、大国主の神に問いかけました。この国を天の神の御子に譲るつもりはあるか。大国主の神は自分だけでは決めず、この琴城主の神に尋ねます。琴城主の神はその求めを受け入れました。さらに武見中田の神との力比べも起こります。そして最後に大国主の神は国を譲ることを決めました。ただし自分のために大きな宮を建てることを望みます。地上の国を譲り、自らは見えない世界から国を支える神となる。これが国譲りの場面です。こうして古事記の世界は天孫降臨へと進んでいきます。何もなかった世界に神々が現れました。矛の雫から島の生まれました。愛する者を追って黄泉へ向かい、生と死の境が生まれました。みそぎから天照大神、つくよみの命、スサノオノミコトが生まれました。太陽の神は岩戸に隠れ、また世界へ戻りました。スサノオノミコトはオロチを打ち、出雲に静けさを取り戻しました。そして大国主の神は傷ついたウサギを救い、試練を越え国を作り、やがてその国を譲りました。これはただの古い神話ではありません。岩戸、矛、川、海、オロチ、ウサギ、そして出雲の浜辺、その一つ一つが今もどこかで続いている日本神話の記憶です。古事記の世界は今も静かに息づいています。